こう尺八楽器にその可能性を見出せ追求してきたのはそのトーネという音楽を作るために、そのために音響のマイクを変えたりとかいろんなことを水川さんされてきましたけど、そのトーネが目指す音楽とかそのコンセプトっていうのはどういうものを目指してそういうことをいろんなことを開発していったのか教えていただけますか。トーネがというより、僕がやりたかった音楽を表現するのに、トーネになったんですけど、それまでにもいろんな実験的なグループは作ったけど、結局なんか僕がやりたいのはそのテクニックじゃないみたいなんですよね。要するに難しいことができる人間になりたいわけではなくて、何でもいいのよ。多分音出したらなんかいいなって思うような音を出したかったっていう。だからそのためには別にそのテスト的な体力を入れるわけでもなく、なんて言ったらいいのかな。僕のその原体験的な音楽っていうのは、例えばカルロス・サンタナとかっていうのでね、キャン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 とかなんかピューッと伸ばしてできながらだんだんうわすげえなってこう音楽聴いてるんだか音聴いてるんだか分かんないわけですよ。なんか泣き叫んでるような声に感動しちゃうみたいな、そういうところにいいなと思っちゃうんで、尺八を聴いた時になんかそれできそうな気がした。サンタナに出会ったっていうところから尺八につながってたんですか？最初に尺八ではなく、そうギターの真似事から、ギターのグワーっていうそのギュイーンっていう音を尺八でやって、それを真似しようとは思わないかもしれないけど、そんなこと、つまり例えばマイリス・デイビスとかね、当時死刑台のエレベーターとかなんかそれだけなんかでこうなるような音楽がいっぱいあったんですよ、僕の周りに。そう心地いい。だから素晴らしくこう積み重ねてもう感動したって音楽じゃなくて、何もないのにこうピューンと聞こえてきたらなんかなんかいいっていうような音楽を作りたいんで、そのためにはだからたくさんの伴奏はいらない。もうキュンとくるものだけがポンポンとあって、そこに尺八がピューンと一発いったらもう OK っていうような、だからこう訓練してもっていう方にはどうしても行きたくないけど、めんどくさいなっていうかね。僕はもう一小節に4つも音があればいいですっていう4つぐらいでいいじゃないですかっていう。そのために必要なのがその尺八の音色、そうですよね。だから思った通りにならないと嫌なんで、こう作ってきたし、それで最初は曲も作れなかったから、そんなことやりたいんですってあちこちの作曲家にほな作ってくださいこと言ってたんだけど、何を言われるかというと、必ず「そんなもん自分でやれば」って言われるんですよ。自分で作れば自分で作れよって言ったら、そうですか。楽器もそうですよね。だからいやこんな風になるような楽器作れませんか、だったら自分でやりなさい。そうですかってやらなきゃいけないでしょ。それでやったんですね。そうですね。作って曲も作って楽器も作って、誰もやってくれないで、お前がやれって言うから、そうですかやってるだけでそれでPA システムもそうですね。音響屋さんにも今こういうふうにやってこんな音がしたいんですよって言えば言うほどうるさいな、もう自分でやったらって必ず言われるんで、そうですかで正直に自分でやるっていうでこのトーネの音楽っていうのがなんともちろん日本国内ももちろんなんですけども、中国でなんかものすごく受けているというか、いやそれもなんだか、自分で確認したわけではありませんけど、本当にそうなんですかね。聞きますよね。聞いたよね。すごく聞いてます。はい。どうしてこの受けているその何か要因っていうのはあるんでしょうかね。よくわかんない。でもなんか中国の人たちもなんかこうハートにこう来るみたいな音楽は好きみたいなんですよ。確かにそういう音楽は向こうに多いですよね。パッション。だから日本で流行ってる意外とそれがっていうような曲が流行ってたり、なるほどなと思います。だから多分同じようなやっぱり民族なんで気持ちは同じで、そういうのを求めてるっていうところになんとなくこう民族楽器だし、ちょっとピッといったんじゃないですかね。トーネの音楽をいろいろ聴かせていただくと、やはりこの北海道の
コンセプト的に最初は北海道ご出身ということで、北海道の大地を思わせるような雄大な、音楽を作りたいということでやってられたというふうに伺ってますけれども、その大陸的な広がりというか空気感というか、そういうものがやっぱり中国の人たちも、大陸なのでなんかこう受けたんじゃないかとか、個人的にはそんなことも考えたりはするんですけど、たまにね中国人が遊びに来たりして話聞くと、やっぱりそんなような感じで風景が思い浮かべられるからいいですっていう、山があって雨が降ってきて川が流れてって、そういうような情景が思い浮かべられるのがいい。でも今やっぱり、日本の音楽もそういう情景とかではなくて、非常になんかこうメカニックな、それにだんだんなりつつあるところにね、僕はもうそういうなんかこうメカニックなものは作れないんで、そういう風景が思い浮かべるような曲しか作りませんけど、まだそういう需要はあるみたいな、聞きたい人がいるんじゃないかなと思う。懐かしいその風景を思い出させる、それは日本人でも中国人でも、みんな感じるようなもの。ただそれが商売として売れるのかってちょっと話が全然違ってね、別にそれはレコード会社とかなんとかで求められている音楽ではないんだろうと思う。でももう32年ですか、ね、結成されてずっとコンスタントにでも CD ずっと出ていって。まずねこちらからするとすごく受け入れられてるっていうふうに思うけど、一世一世っていう映画がね、あれで一番最初に何が出てくるかっていうと「尺八って知ってますか?」って街頭インタビューから始まるんです。誰も知らない、っていうことを先に言っての、その尺八ブームが起きてるって言われてることをみんなに啓蒙していこうという内容らしいんですよ。だから確かに日本でも全く「何尺八って」って言われてるような時代があったりしたところからすると、今は受け入れられてるような気がするけど、それはもろ手を挙げて喜べるほど受け入れられてはいないわけですよね。だからそこ分かった上での世界拡散みたいなところだって認識した方がいいのかなっていうふうにはちょっと自分でもなるほどそうなんだな、アメリカで受けてるっていう言い方するけど、じゃあアメリカの音楽の中でどれほどの人がこれ知ってるのかと、誰も知らないですって言った方が早いぐらい少ないですよ。だけどそれでもだから東根の存在みたいなもんで東根受けてますよねって言うけど、僕たちは全然そういうふうに思います。誰も知らないじゃないですか、誰も知らない。だけど知ってる人は知ってるっていう程度。そう僕がまだアパートの一室で尺八を作ってる時に、あれは何だっけ、電気工事かなんかの時に若い人とちょっと年取った2人が来ていろいろ電気工事して、帰り際にガチャッと閉めた瞬間に「どうも」ってやった時に向こうで若いのがね「尺八って誰使うんですか?」ってそれで帰ってたのをこう見にして「だよね」ってそう思うよね。だからそんなもんじゃないですか。こんな話したら「いやすごいなこんなもの作って」って言うけど誰も知らない。確かに、です。全然一般的ではない。でも本当に憧れの的であると思っている人たちもいっぱいいるでしょうし、この工房が成り立つ程度には人はいるんだけど、なんか世間をこうブワッとなるほどの、普及にはまだ至ってはいないというのが現実じゃないですかね。その憧れが高じて中国でもこのメタルの製のものの尺八を作っている人が出たと。いろいろ調べてみると嬉しいことではあるんですけどもね。例えば、
トーネっていう名前のプラスチックの尺八も売られています。はい、でそのトーネっていう楽器を作ったところのことを、調べてくれた人がまず最初にやろうとしたことは泉州っていう名前を商標登録しようとしたらしい。そうなんです。だけど泉州、中国の法律で中国の地名にあるものは地名は商標登録できないっていうことがあって、次にトーネっていうものを商標登録までして、でも中国にはトーネって言葉はないんですよね。だから明らかに僕たちのトーネっていうことを意識して、その前に泉州八海工房だから、だからよほどちゃんと調べてある、分かってる、何か分かっててそういうことをやろうとしたんだなということも分かりますし、それからそういうことで調べてもらうと僕の個人名まで商標登録はされているんですよね。だからそういう意味じゃ中国では尺八ファンの中ではブランドになりつつあるのかなみたいなところにはなってるのかなと思います。実際に僕もその楽器は手に入れましたけど、手に入れたというか人づてにもらったんですけど、機械に命令して作らせるっていう技術はもう決して悪くないというか、下手すると僕たちのずっと上の人たちがやってるのかなと思います。そのぐらい非常に優秀だなと思います。ただそういうふうにやればやるほど当たり前ですけど中身の性能がどうかってね、それはいくら機械で作ろうが設計値がちょっとまずいとそういうものしかできないっていう、それは楽器を長い間作ってきた人間なのか、何かちょっといろいろなものを参考に作ってきたのかの違いぐらい、そういう差はあるんですけども、多分ああいう値段で普及させようというその意図っていうのはすごくいいなと思います。だから別に真似したとかなんとかって僕は全然思いませんし、誰でも考えられることで、そういう意味じゃそういう竹ではない楽器でこの楽器を普及させていこうというところには僕は賛同というか、将来的には仲間だろうとは思ってるんですけど。三塚さんの発明というか、作られたこのメタル尺八、まだこれからさらにいろいろ発展していくということを考えられてますか？そうね、発展、これに関しては、メタル尺八に関しては、ずっと僕が思っていたことを実現するのに、宗安っていう男の力も非常に必要でした。僕一人ではもう到底無理だった。で、彼とエアリード X っていう会社を設立して今やっているわけで、その会社の発展目標としてはいろいろと2人で語ってることもあってね、もちろんもうこれで終わりではないですし、全ての楽器というか長さがまずいっぱいあります。それを一つ一つちゃんと世の中に供給できるようにしたいっていうこと、それから、これ今僕が使ってる一番穴が大きい楽器をモデルに まずは最高のところから作ろうというのでここから始めちゃったんですけども、確かに穴も大きいですし遠かったりするので、これの次に普及版、穴のもうちょっと小さい吹きやすい、だから多分やっぱりこれは車のメーカーがレーシングカーをまずじゃないんですけど、あれを作るっていうのはもうそういう最高の性能をね研究するためにああいうことやるんで、それが一般の車に使われていくみたいな考え方と似ていて、誰が使うんだこんなものっていうようなものかもしれないけど、ここから作って、そういう性能的にはちゃんとしてるもので普及版へってことをどんどんやっていくっていう、そういう発展はあると思いますし、だから自分の中ではこれの設計は僕もしましたし、これは未だに僕が作っているんで、一人の中でバーサスっていうかね、こんなに負けてたもんかよっていう心がこっちにあったり、中でやってるので、これはこれでとどまるはずはないっていうふうに思っています。これは今の機械に命令したまんまだ作られる。これが作られてる間にきっとこれの上を行くだろうとも思いますし。寸間から始められて、6寸間はもう販売されましたか？いややっと、先行予約してくれた人に来週これをお届けできるっていうところにやっと来たっていうだけで、確かに試作としては1尺6寸もアーカー2尺3寸もできてはいますけど、
ちょっと販売にこう至るまではまだまだ時間がかかるかなと。まあ要するに、お金払ってくれた人たち1年間も待たせたっていうのはそれなりにその機械加工にね、こちらもちょっと疎かったし、それを指示するっていうのは非常に難しい問題。人間がやってることを機械にやらせるっていうのは非常に難しいことだったっていうことでですね、やりたいことはいっぱいあるんですけど、まだもうちょっと先になりそうこれからですね。ただもうできてはいますけどね。試作品はできてるけど、はい、製品としてはこれからもし三塚さんが尺八界こうなったらいいなとか、尺八の世界がこうなったらいいなという何かこうビジョンみたいのがあったら教えていただけますか？これ前善養寺圭介にインタビューしてて、本当にいいこと言うよねと思ったのが、彼はね、その宮崎駿さんの、なんかインタビューを引き合いに出して「魔女の宅急便」のことで、あれはほうきが飛ぶのか魔女が飛ぶのか、だからもう間髪入れず、あれは魔女が飛ぶのか、魔女の中に浮力が浮いてくるんですよ。確かにそうですよね。だからあの時魔女の宅急便は最後ほうきじゃなくて鉄球ブラシですよね。だからそんなものはどうでもいいんだと。魔女に飛ぶ気があったら何でも飛べるぞっていうことで、彼はメタルだろうが何だろうが性能がいいんだから何でもいい、これだから古典が吹けるだとかそういうこと言ってるんじゃダメなんだみたいなことを言ったらしいんですよ。だから今その尺八の世界とか、僕からするとまだまだ何かこう道具で自分が吹けるとかって思わせるっていうようなところがあるような気がして、でそうじゃないんじゃないかな。でこういう楽器にやっぱり自分たちの仲間なんかであれはねって、あれはあんななったらもう尺八じゃないよっていう声もちらほら聞こえてくるんですけど、そうじゃなくてお前何やりたいのっていうところをもうちょっと話できたらいいな。だからそれはコスプレでね、いや自分は竹持って吹きたいんだって、それは別に否定しないですよ。これじゃなきゃダメだ、この形がいいから、それは全然いいと思います。じゃなくて尺八っていうこの機能を使ったなんだかわかんないです。尺八という音色で音楽を作りたいのか、だったら性能いい方がいいと思いませんっていうだけなんですよね。だからそういうのがごちゃ混ぜに今ちょっとなってる時代で、 YouTube 見ててもいろんな音楽やってる。でそれやるならこっちの方がいいのにと思っても、いやでなぜいやっていうかというと、多分背景がこっち使ったら何言われるか分かんないみたいな、まだちょっとこう自分の全ての意思で決めることができない人たちが多すぎる。そういう中で、やっぱり、僕とは全然違うことやってる善養寺圭介の方がよほど話が合っちゃうっていうのがね、不思議なところなんですよ。もう本当にもうやってること同じだよねっていう最後は言っちゃうっていうかね。だから多分音楽作りたいっていう気持ちは一緒。ただやってる音楽が違うっていうだけでいいじゃないですか。そういう人たちとだったらもういろんな話ができるんだけど、今怖くて話ができないっていうか、早くそういう世界に、そう背景のことまで知った上で、こう上辺だけで素晴らしいですねって話してるみたいな感じで、それはね面倒くさいなって思うんで、そういうのがなくなったらいいなって、音楽だけの話でいや楽しいよねっていうなれたら、そこに多分子供が今日何して遊ぶって聞かれたみたいな感じですけどね楽しい生活の中の一つで、楽しいことを今日何しようかなって、楽しいから考えてるっていうことですかね。それは一番難しいな。よくお金の話をしちゃうんですけど、ちょっと僕には合わなくて、それ何かに対して隅々まで知ろうとしている人のことじゃないかなと思うんですよね。だからそれをものすごく詳しく知ったからといってそれで生活はできない人もいると思います。だけど多分素晴らしいプロだろうと思うんですよね。でそれのプロの知識を使って
生活が成り立つような仕事をしている人もいるというだけで、だからなんか僕にとってのプロはなんだろう、ずーっと前向いて歩いてる人みたいな感じかな。ありがとうございます。